はいどうも、研ぎ師亮太です。今日はこちらの砥石を使っていきます。こちらの砥石、この前キングさんの工場見学行った時に初めて知った砥石なんですけど、なんと700番の砥石になります。包丁専用で設計されたキングさんの砥石になってまして、キングデラックスシリーズの一つみたいですね。でこれ箱なんですけど、箱から見ても分かるように、とても大きな砥石になっています。この箱に説明書きとして包丁専用砥石として開発したもので、短時間に刃が作って書いてますね。この前お伺いさせていただいたキングさんの社長の渡辺さんに聞いたんですけど、キング砥石って最初はカンナ用で設計された砥石みたいで、キングデラックスシリーズって結構幅が細いものが多いです。なんですけど、こちらのキングデラックス L 型ってやつですね。こちらに関しては幅も広いし、縦もちょっとでかいかなって感じですね。ちょっと実物は今すぐ使えるように吸水させてるんですけど、実物で比較した方が分かりやすいかなって思うので、まずこちらが僕のお気に入りのキングデラックスシリーズ8000番ですね。こんな感じでちょっと幅が細いです。こちらが今回研ごうと思っている6寸の柳包丁なんですけど、これで比較するとこんな感じですね。なのでこう研いだ時に、このちょっと幅が狭いので、若干角が入りやすかったりするんですけど、キングデラックスのこの L 型、まず箱と比べたらこんぐらいの差があります。なのでこれだけでもかなり大きさの違いが見て取れるかなって感じですね。サイズの表記的には 220×80× 厚さが 70mm っていうことなので、縦も横も大きくなってますね。で今吸水させている実物がこちらになります。吸水させたらすごく重いですね。キングデラックスの8000番と比べるとこんな感じのサイズの違いですね。外箱とほぼ一緒の大きさなので、もう本当にさっきと同じぐらいの違いがあります。こんだけ塗面も大きくて厚みもしっかりあるので、重量もしっかりしてて研いでる時のブレが少なくてかなり研ぎやすいんじゃないかなと思いますね。それとあともう一つ、この砥石見つけた時にめっちゃびっくりしたのが、こちらの砥石なんと700番になります。で僕今まで700番の砥石って使ったことなくて、見た瞬間使ってみたいなと思ったんですけど、今回実際に使えることができてめちゃくちゃ楽しみです。でまだ使ったことないので、実際どんな感じかとかちょっと研ぎながらお伝えできたらなと思っています。700番なので、基本的に砥石っていうと番手が粗くなるほどちょっと柔らかくなっていく傾向があるので、普通のキングデラックス1000番とかよりも、少し柔らかめなんじゃないかなっていう予想はしてるんですけど、この塗面の広さとかこの厚みがあることによってしっかりした重量があるので、そこら辺もどんな感じで影響してくるのかっていうのをお伝えできたらなと思っております。それでは今から研いでいきたいと思います。はい、それでは今から研いでいきます。あとロング動画では初めて出すかなと思うんですけど、こちらの滑り止めめちゃくちゃいいです。本当に全然滑らないですね。これ下木材なんですけど、木材とも全然滑らないのでめちゃくちゃ使いやすいです。ちなみにこちらの滑り止めはオイリ君が販売しているやつになるので、気になる方はぜひ見てみてください。ではですね、こんな感じででっかい砥石つけてるので、これを使っていきます。で僕こんな感じのバットで水溜めてるんですけど、バットだとこれ浸かりきらないです下で水つけてても上の方に吸い上げてくれるので、下だけしっかり使っていれば吸水はできますね。一応僕これ流水研ぎ用に、ここに水栓つけてるんですけど、こんだけ厚みあったらさすがに使えないですね。っていうかこの下のこの台がいらないですね。いつもかさ増し用でこちらのガラス板にアトマプレートつけたやつ使ってるんですけど、こんだけ厚みあったらさすがにいらないですね。それではまずは包丁の今の状態見ていただきます。こちらは定期的に研がしていただいている柳包丁になるんですけど、今こんな感じの状態です。サビのメンテナンスの時に磨いた時の磨き傷が、切り刃にもちょこちょこある感じで、うっすらとサビもあるような状態ですね。これを今回こちらのキングデラックス L 型ですね、700番の砥石で研いでいきます。それではですね、まずはこの柳の切り刃と呼ばれるこの面ですね、しっかりと研いでみたいと思います。で切り刃研いだ後にこちらの700番で小刃と裏押しも軽く研いで刃付けもしていきます。それじゃあいきます。
いや、めっちゃ研ぎ心地いいです、これ。僕が好きなハイパーのやわ口があるんですけど、あれにかなり近いような研ぎ当たりですね。本当に軽く切れ葉研いでみただけなんですけど、こんな感じの曇り方するので、見た目もめっちゃ綺麗になりそうな予感ですね。いや、これはいいぞ。ちょっと研ぎ進めていきます。いや、本当にハイパーのやわ口みたいな研ぎ感です。すっごいサラサラしてて研ぎやすいです。やっぱちょっと柔らかめなので、めちゃくちゃ包丁にフィットしてくれて、包丁に向いてる砥石ですね。で、包丁って、こっち鈍角でこっち鋭角になってて、少しひねりって言って、角度がだんだん変わってくる構造になってるんですけど、それがあることによって包丁の切り刃は立体的になっているので、この立体感にフィットするような形の砥石になっています。なので、この立体的な刃物の包丁にはめちゃくちゃ使いやすい砥石なんじゃないかなって感じですね。で、今見た目こんな感じです。どうですか？もともとこれ僕が何回か研いでる包丁なので、整地はされている状態とはいえ、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。いや、刃文もしっかり出て、刃境もあって綺麗ですよね。めっちゃかっこいい。いや、これめっちゃいいの。すごくないですか、これ。いや、これみんな買った方がいいかもしれないですね。で、やっぱり厚みがめっちゃしっかりあって重さがあるので、全然ブレないです。なので今回ちょっとちっちゃめの包丁なんですけど、もう少し大きい骨切り包丁とか研ぐ時とかもめちゃくちゃ研ぎやすいんじゃないかなと思いますね。いや、いいですね、これ。すごくいい。素晴らしいですね。いや、見た目めっちゃ綺麗に仕上がりますね。こんな感じで切り刃研いでみたんですけど、めちゃくちゃ綺麗に仕上がりましたね。で、続いては刃付けですね。コバと裏押し軽くやっていきたいと思います。で、結構柔らかめだったので、こんなちょっとだけ削っただけなんですけど、これでももうへっこんでると思います。で、ちょっと柔らかめの砥石なので、面直しはこまめにしてあげた方がいいかなと思います。じゃあこちらで研いでいくんですけど、ちょっと後まで面出したので、一回友釣りしておきたいと思います。今回こちらの刃の黒幕の1500番で友釣りしていきます。こっち700番でこっち1500番なんですけど、本来なら細かい方が削れるんですけど、やっぱ今回の場合この刃の黒幕が少し硬めで700番の方が少し柔らかめなので、こんな感じで700番の方がより多く削れるような感じになってますね。じゃあこれで砥石の面も綺麗にできたので、ちょっと刃付けしてみたいと思います。どんな感じの切れ味になるか楽しみですね。はい、それじゃあまずは軽く裏をしていきます。はい、でこれで裏出せたら小刃付けをだいたい30度ぐらいですね、これぐらいでやっていきます。
まあさすが700番ですね。針はすぐ出ます。はい。じゃあ表と裏軽く引いて、はい、これで刃付けも終わりました。いや、なかなか中砥石らしいズバッとしたようなかかり具合ですね。よし、じゃあこれで刃付けも終わったので、バリ取りしてから試し切りしてみたいです。はい、それじゃあ続いてはバリ取りですね。最近はまたちょっと新聞に戻ってます。1個前は研磨剤の入ってない砥石で、もう1個前は革砥を、天然砥石の粉つけてよくやってたんですけど、最近はまたこちらの新聞に戻ってきてますね。なんやかんや言って新聞が一番柔らかいので、包丁で研いだ時の切れ味がそのまま出るんじゃないかなと思っています。ちなみに1個前に使ってたのはこちらですね。研磨剤の入っていないレジンの砥石です。では今回はこちらの新聞紙でバリ取りしていきます。じゃあこれでバリ取りも終わりました。じゃあ試し切りなんですけど、今回はコピー用紙と新聞紙で、コピー用紙の筒とティッシュペーパーですね。これ切ってみて、どんな感じの切れ味になったか見ていこうと思います。はい、それじゃあまずはこちらですね。コピー用紙、これを切ってみます。コピー用紙と新聞紙は音にも注目して聞いてみてください。はい、こんな感じです。いかがでしょうか。やっぱり700番なので滑らかって感じではないんですけど、しっかりとズバッとしたような刃がついてますね。はい、続いてはこちら新聞紙です。新聞紙はそもそもちゃんと切れ味がないと切り切るのが難しいので、そこに注目していただけたらなと思います。こんな感じですね。切り切ることはできますね。ただ結構ザラザラしたような切れ味なので、ちょっと引っかかりそうになりますね。はい。じゃあ続いてはティッシュペーパーですね。切ってみます。こちらのティッシュを何回か折って、くるくるっと丸めて、これを切ってみます。切れますね。切れ味がすごく滑らかって感じではないんですけど、切ってるって感じがします。料理人さんとかで中砥石の仕上がりが好きな方はめちゃくちゃ好きなんじゃないかなと思いますね。なんでさっきもこのティッシュ切ってて、この下に木置いてるんですけど、この木に食い込みます。やっぱりこういう硬いものっていうのは、細かい研ぎ目よりもノコギリのような粗い研ぎ目の方がよく切れるので、仕上げ砥石よりもこういう中砥石の方が木には食い込みやすいですね。はい、それでは最後ですね。はい、それでは最後は恒例のこちらの紙の筒。こちらは A4 コピー用紙を2周巻いたやつになるんですけど、これを切ってみます。はい、それではこちらのコピー用紙の筒も切ってみたいと思います。コピー用紙の筒はちょっと刃が入らないような状態になってますね。やっぱちょっと刃先が粗くて食い込みにくいですね。ちょっと手で支えてあげると入らないことはないかなって感じなんですけど、この手で持ってないとちょっと厳しいところがありますね。こんな感じですね。ちなみになんですけど、700番だとこんな感じでちょっと入らないので、この後に軽く仕上げ砥石の8000番で刃付けしてみたらどうなるか見ていただこうと思います。
はい、じゃあ8000番もいけたので、また新聞紙でバリ取りしていきます。じゃあこちらの紙の筒でリベンジですね。やっぱり仕上げ砥石まで当てると、こんな感じでしっかりとコピー用紙の筒でも刃が入りますね。やっぱ8000番はすごく切れ味いいですね。こんな感じで余裕で食い込みます。はい、ということで今回はこちらのキングデラックスの700番ですね。かなり大きい包丁用に作られた砥石を使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。個人的な感想としては、めちゃくちゃ好きな砥石でした。やっぱりちょっと柔らかいので包丁もめちゃくちゃ研ぎやすいですし、柔らかいことによってこの包丁の切り刃、こんな感じですごく綺麗に仕上がるので、見た目も良くなります。で切れ味に関してはやっぱり700番なので、ちょっとズバッとしたような切れ味になっています。なので粗めの刃付けをしたい時とかはすごくいいかなって感じですね。途中でも言ったんですけど、硬めのものを切る時はちょっと粗い方がしっかりと切れるので、例えばかぼちゃとか、切れ味の滑らかさにこだわらないっていうのであれば、かぼちゃとか、硬めの野菜とかっていうのは、こういうので刃付けした方が、切りやすかったりします。ただやっぱ切れ味の繊細さ、滑らかさ、切れ味ですね。食材の美味しさとかもそうなんですけど、そういうのに関しては、さっき見ていただいたように、コピー用紙の筒で試し切りした時にこの刃先が少し粗いような状態になってて、切りにくい状態になってたので、切れ味を良くしたいっていう方はこちらの砥石の後に仕上げ砥石、このキングデラックスの8000番とかキングデラックスの6000番とか、それらの仕上げ砥石を当てる方が、さらに切れ味が良くなると思いますので、ぜひ切れ味にこだわる方は仕上げ砥石まで当ててみてください。で中砥石と仕上げ砥石で刃先の状態がどんな感じで違うかっていうと、こんな感じになります。でこちらの写真は今回のこの700番の比較ではないんですけど、キングデラックスの中砥石とキングデラックスの仕上げ砥石の比較になりますので、中砥石と仕上げ砥石でこんな感じで違うんだなっていうのを、視覚的に見ていただけるととても嬉しいです。ただやっぱりこんな感じで切れ刃の霞仕上げめちゃくちゃ綺麗になりますので、これで切れ刃仕上げるのもいいですし、こちらの砥石を、仕上げ砥石の中継の砥石として使うのもめちゃくちゃいいかなと思うので、ぜひこのキングデラックス700番ですね、ご活用いただけるとめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。で僕も多分今後結構使う頻度多いと思うので、ちょこちょこ動画に出てくるかなと思います。でキングさんは本当にコストパフォーマンスいいので、お値段もめちゃくちゃ買いやすいお値段になってますので、そのコスパっていう面を見てもめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。すごく満足感の高い砥石ですね。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。